ったこの大地に抱かれて育った笑顔。はい、たわごとオープン、リリーと一緒ということで、今日はね、昔作った音楽、儚き命の歌をお届けしています。8月のね、終戦記念日かなんかのテーマ曲かなんかで昔作ったと思うんですよね。でこの前ちょうどその日に飛行機事故にも愛する人がね、前の日にも一緒にいた三沢ホームのね専務がね乗ってましたけどね、そんなことで8月のその終戦記念日に、書いた曲を思い出しました。なんで思い出すかっていうと、世界が今戦争中だからですね。誰でも愛したい、誰でも支えたい、誰でも抱きしめたい、そんな詩だったと思います。今日はそれをバックにね、お届けしたいと思います。たわごと質問1、クエスチョン。マーさんの昔の曲、儚き命の歌が流れてきて、たまたま今世界に流れてますからね、辛かったすべてを許したいと思いました。許すことについてお話しいただきたいのですが、ということでね、マースアンサー。あらゆる自我の苦しみが誤解に基づくものと気づくとき、そして万物すべての一体性に深く気づくなら、すべてのことが許されることでしょう。これどういうことか。誤解に基づく、どんな誤解かという、自と他なんてない、全部自である、ある意味全部他であるでもいいんです。一元の世界だということを人類が知らぬゆえにエデンを出たというねところから、一体であることに気づくなら、すべてのことが許されることでしょう。人類は分かたれたという誤解のもと、二元性であるという誤解のもとにですね、あらゆる闇を作ってきました。あらゆる苦しみは万物すべてが一体の時消えていってしまうのです。万物すべてが一体であるというのは無我であるということです。自我の終焉、部分の終焉ですね。一体である、愛である、すべてが。愛とはこの万物すべてが一体であるというこのね普遍的科学的事実ですね。人類はエデンを出て、そのことを知らない、一体の世界だと知らない、そこからあらゆる悲しみが生まれてくる。たわごと質問2、クエスチョン。これ面白いの。僕はオタクです。人がとても怖いのです。人が怖いから家にいるんですよね。当然ですね。どうしたらよいでしょう。
そうですね、僕もそういう人してます。怖いかな怖くないかなってずっと様子見てね、歩いてたり生きてたりしてる人知ってますけど、マース・アンサーね、一体でないと信じた社会ではあらゆる他のものというのは怖いのです。一体でないと信じた社会では自と他の分離、あらゆるその他であるというものは怖いのです。子供の頃虫が好きだった人も若たれの世界の中でそこで生きることでだんだん怖くなっていくのに似ています。子供の頃は皆まだ万物と一体でその一部で他という価値観が薄いのですね。これから皆で一体の価値観を育んでいきましょう。人類の最大のテーマですね。それはこの一体の価値観を育むということですね。あまりにも今のマスメディアというかね、今の価値観が誤解である。一体の世界に神が作っても人類の方が一体だと思ってなくて分かたれてると信じている。自と他のね、分離分裂した世界だ、二元性の世界だって信じている。そこから生まれる闇ですね。奪い合い、殺し合い、盗み合い、騙し合い、こういうね、怖いから戦い、怖いから騙し、怖いからね、全部分離の自と他の分かたれの恐怖ですね。そこから全ての苦しみが生まれてきている。ターゴと質問3クエスチョン。マースさんにお尋ねします。捕囚や戦争の苦しみでふるさとを奪われた人々が今度は奪う人となるということについてマースさんがおっしゃられていますが、そのことを詳しく知りたいですね。これは大切な質問。リリーこれ食べる？はい、このね、戦いや苦しみで無垢な村の人が襲われたとしますよね。そうするとなんで襲われたのか当然思いますよね。彼らは自分たちが強い、暴力的に強いとか勝っているというと攻めてくるんだなっていうことに気づきますよね。そうしますと自分たちが強くなれば勝てばいいんじゃないか、今度は奪う側になろうとね、盗む側になろう。考えてみれば一体の世界ですからね、そんなこと自体が非常にナンセンスなことなんですけどね。でも人間はそういうふうに、古代からしてきたんですね。だから一体の世界ではないという二元論で生きてきたから、自と他のね。だから勝った方が盗んでいいんだ、取っていいんだね、奪っていいんだっていうね価値観、この同じ価値観を持ったということが最大の問題なんですよ。同じ価値観を持ってはいけないんですね。二元論、二元性の価値観が移ってしまったんです。だから向こうから攻めてきた、いろんなものが奪われた、土地も奪われた、植民地となった、そこまではまだいいんですね。まだ良くないけど自分たちの純粋さが残っていればいいんですね。
ところがそのことで考えや観念が移ったら最悪です。要は神への冒涜どころじゃないですね。一体の世界なのに、勝った方が盗んでいい、取っていい、奪っていいという、そういう非常に愚かな観念を自分が持ってしまったら、今度自分が奪う人に、盗む人に、殺す人に、戦う人になって、神を、天を冒涜するものになりますね。それになってはならない。だから傷つけられても傷つけないんですね。目の開いた人たちは傷つけられても傷つけない。それはなぜかというと、同じ価値観を持ちたくないからですね。同じ二元性を持ちたくないんですね。同じ若たれの分離の価値観を持ちたくないんです。持っちゃったら大変ですね。持っちゃった人いますか？誰かがそういう二元論の強い、自と他が強い人がいたらね、良心がもし強かったら継いでしまったら大変ですね。だってそれは宇宙に合わない、神に合わないんだったらどうしましょうね。もうあらゆるメッセージね、神を、天を、宇宙を冒涜したあらゆるメッセージ、目覚めろ、気づけ、いい加減に起きろね、何してんだ、何分かたれてんだ、一体なんだよ、愛なんだよ君はね。大変です。次から次へとメッセージが来る、トラブルが来る、問題が来る、苦しい苦しい、どんなに出世しても、どんなに偉くなっても、なればなるほど苦しみがやってくる、トラブルがやってくる、問題がやってくるね。それが宇宙の仕組みです。アレキサンダー大王がね、30何歳でね、死んじゃった。仲間に殺された。捕囚や戦争の苦しみでふるさとを奪われた人々がね、捕囚、奴隷になるとかね、で今度は奪う人となるということについて知りたいです。アンサー、世界中勝ち負け、分離分かたれの価値観、その価値観が蔓延してそれを信じていく、同じ価値観となってしまうという悲しみです。強い者が他を支配していい、奪っていい、二元論でいい、自と他の分離でいい、奪っていい、取っていいという誤った一体でない価値観で、エデンを出た人々の観念として、その悲しみは代々広く伝えられてきました、ね。これは悲しいことです。この価値観を継ぐとね、自分が二元論になるでしょ。喧嘩、争い、戦争、戦い、奪う、取る、騙す。そうするとメッセージが来ますね。誰から？自分の神から。自分が神ですからね、の一部、自分から来るわけです。そういうところに入っていっちゃうんですね。わざわざそういうところに行っちゃう、そういう人と同じ価値観だから、そういうところにね、仲良くなっていく、そういう人とね、奪う人と盗む人、攻撃する、騙す、嘘をつく、そういう人と仲良くなってしまう、そういう人と同じ行動をしてしまうね。あなたがおっしゃるように、奪われた人が奪う人となるこの悲しみは、その価値観が同じであるためです。いろんな人が出会うでしょう。この価値観で出会うんですね。テイカーはテイカー、ギバーはギバー。その価値観が同じであるためです。
奪う人も奪われる人も、強いものは奪ってよいのだ、奪われて仕方がないのだという勝ち負けの観念に属しています。勝った者は偉い、強い者は偉い。一体の世界でない時にはそのようなものが、価値観がまかり通るのです。弱いからやられてしまう、だから騙すしかないんだという方々もおられるでしょう。ですから私たち人類が正しい世界を作りたければ、万物すべての一体性をつくづく皆で学ばなければなりません。そうでなければ、勝った者が奪う、強い者は偉い、強い者になりたい、偉くなりたい、馬鹿にされたくない、勝ちたい、すごくなりたい、すごい者は優秀なのだと勘違いし、皆争うようになります。皆自己拡大、自我が拡大しているということは醜いということです。自己が拡大する、無我じゃない、自我が終焉しないどころか増大する、この悲しみ、この自己拡大、自我の向上を目指し、この世界はますます闇となってしまうでしょう。という今日はたわごとです。つくづく人々は逆をやってしまう。エデンから出ると自己を拡大し、二元論がどんどん増えていく自我の世界になる、分離の世界。その時に世界は悲しみとなります。ということで、今日もたわごとをいっぱいのたまいました。またお会いしましょう。お相手はたわごとマース&リリーでした。さよなら。さよなら。バイバイ。傷つけてたすべてを本当は許していたから。はい、たわごとインナーリリと一緒、かわいいです。ということで奪われた人が奪う人になる、そういう闇に入っていってしまう、そういう価値観ですね。よくカルマという言葉がありますけども、これの本当の意味は観念。カルマって観念っていう意味ですから価値観、勝ち負けの価値観、この分離の価値観で、カルマっていうのは観念の中、観念っていうぐらいですから事実ではない価値観、観念ですね。自我の価値観をカルマって言います。だから自我の価値観を継ぐと、その苦しみも継ぐわけです自我の強い、分離の激しい、若たれ、競争、喧嘩、戦い、自己拡大、強い人と一緒にいれば、自分も同じような価値観になり、同じような行動をします。盗む、奪う、殺す、やっつける、いじめるそうすると自分に帰り、要は帰りというか目覚めろという宇宙のメッセージ、愛のメッセージですね。気づけ、目覚めろ、償うんだ、悔い改めるんだ。それが聖書ですね。それをいろいろな宗教の方々が教科書として使ったということですね。聖書自体は無垢なるものでした。どの団体にも入っていませんただ一番大事なのはエデンを分離の果実、知識、名称付け、
若種の果実、それを食べたことによって、それだけはダメだよ、分離したらダメだよ、分かたれたらダメだよ、その観念はダメだよ、一体の世界だからね、じゃないと迷ってしまう、とんでもないことになってしまう、ダメだよって神が言った。しかし食べちゃった。自我となった、分かたれた、分離となった、競争となった、喧嘩となった、争いとなった、奪う、取る、盗む、争う、そして怖いから騙すね。で取ってやる、奪ってやる、勝ってやる、偉くなってやる、バカにされてたまるか。どうなりますか。そしたら自分が嫌になる、死にたくなる、こんな自分嫌だって。だって自分の中に神のバランスシートがある。自分の中に神の一部としての気づき、バランスがある。それが乱れる。だから自殺したくなる、苦しくなる、トラブルを自分に引き寄せて目覚めさせようとするね。それが宇宙の仕組みです。悲しいですね。まあ逆に言えば分かりやすい。一体に戻れば、愛に戻れば誰もが幸せになる。もうトラブルを引かない、問題を引かなくなる。自分がギバーとなれば、愛となれば、誰が得するかといえば自分が一番得をする。愛で生きるときね、一体で生きるとき、自分が一番輝く、幸せになる。さあそこでどうしたら幸せになれるか。そう、自我の終焉、私の不在、一体、愛、そうやって生きるとき、人は誰でも再生します。素晴らしく生きます。それじゃあまたお会いしましょう。お相手は今日もいっぱいたわごと言いましたリリー&マースたわごとインナーでした。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。またお会いしましょう。さようなら。リリー待ってた。さようなら。バイバイ。たわごとリリー、たわごとマース。バイバイ。誰でも本当は力になりたい、分かり合いたい、勇気を出したい。聞こえるかい、大地の歌、風や空や土やLetter from Isaiah, will of Isaiah. Now, on air. Digital distribution start.